こんばんは。マグマあかねです。初めてここでオンラインセミナーさせていただいてますが、軽く簡単に自己紹介します。で、そうです。今、女子の57キロ級でやってまして、日本記録、古着や農業両方持ってます。で、世界、おととしの世界大会では、古着屋では優勝させてもらって、農業は3位という結果で出てます。で、私の中で多分皆さんこのセミナーを受けてくださっている方がブリッジが一番気になっていると思うのですが、今日ですね、そのブリッジの組み方のコツとかについてですね、やっていきたいと思います。でですね、今日はまず 4つの話をします。1つはブリッジが高くなるような肩甲骨の寄せ方ですね。で、2つ目はどうやったらもっと背中の方ですね、重さを乗せやすくするのかが2つ目で、3つ目は足の蹴りと肩甲骨の連動の注意する点ですね。あとは最後の、その肩甲骨周りをどの風にストレッチを使うとさらにですね、体の柔軟性が高まっていってですね、このとっておきのストレッチがありますので、ぜひですね、皆さん、ここはですね、面倒くさがらずにですね、やっていただけたら、絶対体が柔らかくなってきますのでですね。はい。で、今日はこの4つの話をしていきたいと思います。で、まず1つ目のブリッジが高くなる肩甲骨の寄せ方についてなんですけど、まず皆さんに質問するんですけど、ブリッジ組んで腰痛なる方っていますか？多分腰に最初初心者の方はわりかしブリッジを作ろうとするとこっちの腰の方を高く上げようとするんですね。そうしたら腰が痛くなるけれども、ブリッジは思ったよりそんな高くなってへんという方が多いんじゃないかなと思って、でプラス以上にその足を蹴ったらお尻が浮きまくるということが多分起こって初心者の方にはよくあると思うんですけど、そこですね、一つやっていきたいと思うんですけど、まずですね、体をじゃあどうやったらその肩甲骨を寄せたらブリッジが高くなるかというと、皆さんわりかし下でこうブリッジをですね、最初に寄せてしまうんですね。この下だけでこう肩甲骨寄せてるからこんな感じに寄せて、少し高くなるんですけど、そうしたら肩が少し最初出やすいんですね。だから肩甲骨寄せるコツとしては、肩甲骨全体ですね、後ろを向いてもいいですか。肩甲骨全体、ここだけじゃなくてですね、ここ全体を使って寄せてあげると、ブリッジが近寄ります。はい、はい、ただ下だけこう寄せるんだったらそのブリッジ高くならへんですけど、この上の方ですね、肩甲骨の上の方も全部使ってあげると、わかりますか？この顎と胸の距離が近寄って肩甲骨が下がって、それでブリッジがこう高くなっていくイメージですね。はい。なのでまず一つ皆さんが注意してもらいたいのは、体を折るポイントですね。だから腰で下の方で折ってしまうとブリッジはあまり高くなりません。でプラス腰が痛くなります。なので体を折るポイントとしては、この肩甲骨ちょっと胸の下真ん中のところで体を折るようなイメージをしてもらうとブリッジが高くなりやすいです。はい。でそれがそうですね。で多分こう言ってもだいぶ難しい、最初イメージつけにくいと思うんですけど、じゃあどういう判断をしていくかというと、まずチェックをしてもらいたいんですね。一つのチェックの目安として、じゃあ自分がこう胸を突き出した時にですね、この顎と胸の距離がどれぐらいあるのか、ちょっとチェックポイントとしてありますね。でこうやったら少しは出るんですけど、そんなに顎と胸の距離があまり近づいてへんですよね。となると寝た状態ではあんまりブリッジにはあんまならないんですよ。でこの状態でこの胸の顎の距離が近づいてくるによる、近づけばその分ブリッジが
このベンチ台に寝転がることによって高くなります。だからこれを皆さんぜひ毎回ですね、これちょっとチェックポイントとして入れてみてください。はい。でちょっと一つ目にまとめみますと、まず肩甲骨全体を寄せるイメージですね。全体をただ下をこう寄せるだけじゃなくて、肩甲骨全体で入れて肩甲骨を寄せてあげるようなイメージです。で多分以前大樹さん、児玉さんに足の最初はベンチ台に足を乗せてフォーム組むのがいいのか、足をそのまま下ろしてブリッジ組むのがいいのか、多分質問があったと思うんですけど、あともう一つそうですね、もう一つはベンチ台に肩を突き刺す感覚っていうのが2つあったと思うんですけど、これはブリッジにすごくつながる質問で、じゃあまず最初、私が思うのは、まず最初は足をベンチに乗せて思い切り胸を立てて、自分の感覚として胸がすごく高くなる感覚を掴んでほしいので、最初はベンチ台に足を乗せて組んでも全然大丈夫です。でそれがだんだん自分のなんですかね、胸が立ってくる高いところの感覚が分かってきたら、それと同じような高さを保てるように足をベンチに乗せないでフォームを組むということになります。だからまとめますと、まず最初はベンチ台に足を乗せてブリッジを作っても大丈夫です。でそこで自分の胸の高さとか肩甲骨位置のポジションを掴んでできてきたら、足にベンチ台に足を乗せないで普通の足を地面に下ろした状態でも同じようなポジションに持っていけるようにシフトしていく方がいいかと思います。はい。でもう一つがそうですね、ベンチ台に肩を突き刺す感覚だと思うんですけど、これはちょうどですね、2つ目の背中に重さを乗せやすくするフォームの組みのコツにつながるんですけれども、じゃあ皆さん正直どこにベンチ台を一番なんですか、接触してるんですかね。首の後ろなのか僧帽筋なのか、もう少し下の肩とか肩甲骨がどこの位置にベンチ台を自分が一番なんですかね、触れてる感じがあるんですかね、ブリッジ組むときに。多分わりかしここ肩とか僧帽筋とかちょっとなんですかね、多分ここら辺でついてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもうブリッジを作るためにはやっぱりですね、ブリッジを作るにはその分空間が必要になります。なのでもう少しですね、上の方に、ここですね、上の方ですね、ここをベンチ台に触れさす、そこが多分大樹さんがおっしゃるそこでベンチ台を突き刺すようなイメージになります。そうすることによって突き刺してるから背中にも重さが乗りやすくて、で重さが自分の体を伝ってベンチの方もフローダウンしていくので、重さが背中に乗せやすくて、で肩甲骨を使ってシャフトをコントロールできるようになってきます。はい。でその一つのやり方のフォームの組のコツなんですけど、皆さんフォーム組むときになんですかね、組み終わった時点で肘を曲がってますか、まっすぐ伸びてますか、そこを一つのチェックポイントになります。はい、フォームをラックを外す前に、組み終わった時点でラックアウトする寸前に肘が曲がってしまっていると重さがもう前に来てしまうからあまり背中が乗らなくなります。で肘をこうラックアウトする時でも腕使ってしまうから、さらにあんまりなんですか、背中に乗ってる感が薄くなってしまう。だからフォーム組む時にですね、このシャフトの下に自分をこうシャフトを上に押してその押し替えられる力を使って自分をさらにそのシャフト下の方に入れ込むことによって重さがそのまま背中に乗りますね。で注意点としては、肘は絶対曲げないことですね。肘を伸ばした状態で
自分をシャツの下に入れ込むとさらに背中の方に乗りやすいです。ちょっとお見せしたいと思うんですけど、この授業でやるちょっとこれでやりたいと思います。ちょっと高さ今高いんですけど、私この高さでも肘がもう伸びてしまうんですけど、組み終わった時点で肘がこうなってしまったらあまり背中に乗りにくいです。はい、で組み終わった状態でこのシャフトを押し返すように自分をこの時は足も使いながら自分をさらに上に持ち込みながらでシャフトを下からこう押し返して、でもシャフトが当然重量を持ってるから多分浮いてこない、この状態浮いてこないと思うので、シャフトでもちょうど浮かないくらいの程度の力を押してで足も使いながら自分を高く持ち上げてできた空間の中にシャフトを押し込んで自分をさらに入れ込む。この時点で背中に乗ってきます。はい、この状態で外すと背中に乗りやすい。私今全然ナローでもリサラックもしてない状態で背中に乗ってるからこういうことができます。もし背中に乗ってなかったら多分私はすぐですね力重さ負けしてしまいます。だから一つのポイントとしてはそうですね、シャフトを組み合わせた時にきっちり肘が伸びて重さがしっかり背中で感じてベンチ台にフローダウンできていることが確認ポイントになります。これがフォームを組む時の一つのコツになります。はい、そうですね。でまず1、2までのまとめをしますと、まずは肩甲骨全体で寄せます。ただ下ではなく肩甲骨全体で寄せること。でこの時に肩が上にですね、外に出ないように意識をすること。で3つ目は首の、さっきも言ったように上の方ですね、猫の方、首の猫の方でベンチ台に突き刺すイメージで、そこで突き刺したらその広背筋を使って体中心に肩甲骨を寄って、もちろん背中を全体的に真ん中に寄せていきます。で6はその寄せた状態でシャフトを押し返すように自分をさらに入れ込むということでブリッジが結構入ってきます。はい、っていうところですね。はい、で3つ目、これが1、2までの、はい、ちょっとこうなります。はい、ではあと3と4ですね。足の蹴りと肩甲骨の連動の注意ポイント。この時は多分皆さん大樹さんのその足の蹴り方のセミナーを受けてくださった方は多分ご存知かと思うんですけど、何ですかね、こうベンチやっぱりこのまっすぐ真上返すのが一番理想なんですけど、ただなかなかそれ人間の行動でなかなか難しい。だからこういう状態で皆さんベンチやるときに一直線になることが理想だと思うんですね。でこの時にですね、当然ブリッジを高くしたい、で足もドライブも使い、レッグドライブも使いたいってなるとですね、まず、初心者の皆さんは多分腰に先も言ったんですけど、腰を寄ってしまう、先下の方の肩甲骨を寄ってしまって腰の方に蹴ってしまうから、お尻も浮いて肩甲骨腰も痛くなってしまいます。でこの時にですね、さっきもちょっと言ったんですけど、どこに向けて蹴るのかということになるんですけど、
でどこに向けて蹴るかってなると、じゃあ体どこで折ってるかっていうのがポイントになってきます。でここで体を折ってしまいますと、ここに向けて蹴ってしまうから腰が痛くなってお尻も浮いてしまいます。でさっきみたいに少し上の方ですね、上の方で体を折るイメージして、ここを向けて足を蹴ると肩甲骨が下に下がりやすくなって、でこの胸が立ちやすくなる。だから注意するのは、まず体がどこで折っているのかというのを注意していただけたらなと思います。はい、でそこに向けて足ドライブを効かせていくようなイメージです。ちょっと軽くお見せします。よくやりがちの方なんですけど、ここにブリッジを作って、ここに向けてこう蹴る方が多いので、これだと結構腰痛くなってしまいます。みぞおちに向かって蹴ると腰が痛くなるということですか？多分ですね、ここを持ちこよう、こう高くしようとするから、ちょっと腰を腰のあたりを、このあたりを高くしようとしてるんですよね。ここら辺で折ってる方が多いので、ここにまずですね、ポイントとしては体がどこで折ってるかっていうことにポイントになります。体がここで折ってるイメージになってしまうと、そこに向けて蹴ってしまうから腰にいってしまいますね。で、お尻も動きやすくなります。少しのブリッジのところなんですけど、あんまりよろしくないという感じですね。で、体はここで上の方で蹴って、で骨盤を中に入れてあげると、心地でこの胸と顎の距離近づいてますよね、私の。確かにそうですね。これだとあんまり近づいてへんですよね。これだけでやってると。そうですね。少し隙間ができてます。はい。だからこれが足の蹴りのとこの肩甲骨の連動が大事です。ここに蹴ってしまったら、せっかく上でいい感じに肩甲骨を乗せても足の蹴りの力が伝わってこなくてなってしまいます。だから自分の体の折ってるポイントを磨いて、こう顎と胸の距離が近づけるように、少し頭向きにですね、こう蹴ってあげると腰も痛くならないですし、お尻も浮きにくくなります。多分お尻見てもこんなに結構こんなに顎と胸は近づいてるんですけど、お尻はあまり浮いてはこないですね。そうですね。はい、もう一度石橋コーチが折れているポイントを手で触ってもらっていいですか？私が意識しているポイントです。はい。どこの辺を折られてます？体のですね、ある意味胸の下の方ですね。胸の下の方。はい。この辺りです。ちょっと前胸筋のちょっと上の方、ちょっと脇のちょうど脇の真下。真下ぐらいですね。おお。はい。ここを体を折ってるようなイメージになります。多分皆さんわりかし下で折ってる方が多いので、だからブリッジがあまり高くなってこないですね。なので上全体で肩甲骨を寄せることによって体の折れるポイントを胸の下まで意識すると、肩甲骨寄せる全体で肩甲骨
いくようなイメージになる。なるほど。はいみぞおちが一番高くなるわけではないんですね。結果的にイメージの中では。結果的にここで折ることによってここが一番高くなってきます。はい。はい。ここを一番高くやろうとすると腰の方行ってしまいます。ああ、なるほど。はい。なんか少し上で折ることによってブリッジがある高いなんですかね。その普通の丸い円のその昔ながらの橋を思い浮かべてもらったらいいと思うんですけど、大丈夫ですかね。ここですね、なんかここを昔ながらの橋で見てもらうと一番高いところの前にですね、ここが一番折れてるところになりますね。なるほど。はい。結果的にここで折ってるから結果的にこっちが高くなってくるということになります。はい。多分ちょっと分かりにくいですね、ここは。なかなか。それを意識することで顎と胸が近づきやすくなるっていう一番最初に言われたポイントがクリアできるっていうことですね。そうですね。はい。でまずここで皆さんに注意するポイントですね。まず体の折れるポイントが腰の方あたりではなくて、その脇の下の胸の下の方に体を折ることによって一番高いみぞおちが結果的に高くなってきます。はい。ちょうど箸を描くときに一番高いところ前にここら辺に折ってあげると高いところに来ます。それが体の折るポイントを注意してください。で、2つ目は肩甲骨全体的に真ん中で寄せてあげることによって何ですか、厚みを持たせるようなイメージですね。箸の後ろにここだけを使ってブリッジ使うよりは全体的にブリッジ使うことによって骨までですね使ってあげるようなイメージとなると、骨のさっきも言ってたんですけどシャフトを押し返すことによってその骨がさらに下に落ち込むので、さらに重さも使ってさらに高くなってくるようなことがゆくゆくにはできてくるかなと思います。まず皆さんに注意してもらうのは体の折るポイントと肩甲骨を寄せるのを全体的に寄せることで、その時に肩が出ないようにやっていくような形になります。はい、ありがとうございます。はい。そうですね。で、さっき体の折れるポイントってなってくりますと、やっぱ体の柔軟性が大事になってきますので、ここで皆さん多分よくストレッチされると思うんですけど、もう少し上の方でストレッチしてください。そうしますとさっきの体の折れるポイントがだんだん上の方になってきます。でそうすることによって肩骨がさらに下に下がって、でみぞおちが一番高い、結果的にみぞおちが一番高いところにボトムとなってきます。でちなみに皆さん多分ストレッチあんまりされるんですかね。私は結構念入りにストレッチしてるので、今日はここの体の折れるポイントが応援できるように肩甲骨周りのストレッチをちょっと紹介したいと思います。ちょっと一瞬ポール取っていきます。はい。でですね、多分皆さん普通に大丈夫ですか。はい。で、そうですね。一番とっておきの肩甲骨に一番効くストレッチを今からお見せしたいと思います。皆さん肩甲骨普通でしたら皆さんスポールをやっていただいて、多分ここら辺でみぞおちを高くしようとするから、ここら辺で多分ストレッチされることが多いと思うんですけど、ここよりもっと上の方です。さっきも言ったようにこの胸の真下ぐらいのあたりにこの体の折れるポイントを使う、ちょうど肩甲骨の周りをストレッチしてください。この上の方です。このみぞおちの下ではなくて胸の下の方をストレッチしてあげることによってここでだんだん体が折れてきます。これをするときは腕は頭の上に置いた方がいいですか？そうですね。こうすることでさらに手の重さものしかかって
さらに入っていきますので、上に自分をよく置いた方がいいと思います。で、これがだんだん、まずここ何もしないよう普通にシャフトとか掴んでストレッチしてくる。これ多分普通にやっていただけたらといいと思う。で、次ですね、次が重要なストレッチになってきます。この状態でまずですね、ちょっとお尻をベンチ台から一旦離します。はい、離した状態で手はベンチ台を掴みます。で、手を掴んでから肩をベンチ台につけるように肩をベンチ台につけます。で、この状態で息を吐きながらお尻を落としていきます。こうすることによってだんだんこっち側がさらにですね、ストレッチかかって肩甲骨周りが柔軟性がさらに良くなってきます。で、これがこの状態で結構下までできる方なれば、もう少し上の方ですね、首の根っこのあたり、もう少し上のところに、この時は肩はベンチにつかなくても大丈夫です。でもこの状態で上の方です。上の方をストレッチしたいですね。肩甲骨の上の方をストレッチすること、これも同じように息を吐きながらお尻を落としていきます。はい。これでできてきたら、物足りなくなった方は片足を上げて片方ずつさらに下に落とし込みます。これが結構とっておきのストレッチになります。まず初心者の方はベンチ台に手を掴んで肩をつけてお尻をゆっくり下ろしていきます。で、それできてきたら少し上の方に肩つけなくてもいいので、さらに肩甲骨の上の方にポールを置いてお尻をつけていきます。で、それができてきたら片をずつ右左さらにですね、上の方で足を外して、でさらに肩甲骨のストレッチをかけていくようなイメージになります。この3つですね、やっていけたらな、だんだんですね、上の方の折れる角度がついてくると思います。これですね、ぜひ皆さん練習する、週4回練習するので、練習する前にやってみるとですね、すぐは効果は出ないんですけれども、2ヶ月続けてください。2ヶ月続けてくると必ず体の変化が起きてきますので、それまでは多少は我慢あるんですけども、ぜひやってみてください。これは結構体を折るポイントが変わってくるとっておきのストレッチになります。はい、ありがとうございます。ちょっと気になるんですけど、はい、石橋講師、肩甲骨の柔軟性について多く語られたじゃないですか。はい、肩甲骨は普段から結構動かしてます？私自身はそうでもないです。練習の時だけです、ね。練習の時だけ。はい、ストレッチはいつ頃されてますか？ストレッチは練習の前に必ずやっています。なので週4のベンチ練習しているので、週4ぐらいは毎日、週4はやってますね。今の紹介したストレッチは。練習前だけストレッチで柔らかさになられたんですね。もともと柔らかかったっていうのはあります？もともとは柔らかい方ではあったんですけれども、ただ昔の動画見てもらうとですね、距離はありました。今のほどではないですね。で、今の柔らかさで朝にやっぱりこのストレッチを結構4年ぐらいやってますので、結構時間をかけてやってきてますね。継続は力なりということですね。そうです。ストレッチは結構地味ですけれども、続けるといつの間にかゼロベンチになってきます。はい、ありがとうございます。最後にもう1点なんですけど、はい、もう一度ベンチの組み方、はい、注意点と組み方のお手本をお願いいたします。では一度全部おさらいしたいと思います。はいはい、ではです
ですね。はい、でこのままいきます。はい、まずシャフトを掴んで自分の体一段起こします。もしこの時は初心者の方は足を乗せても大丈夫です。乗せた状態で首の後ろ方にですねつけたい。この時は皆さん見ていただいて分かるように肩甲骨がフリーの状態になっています。で今は首の後ろの方だけをベンチ台に突き刺しているような、この時に分かりやすくなると足でですねこの顎と胸を距離を近づけるように少し自分の体上に持ち上げると近づいてきます。はい、この状態で自分の目のポジションをまず持っていきます。でこうなってきたらグリップを決めていきます。で自分のグリップを決めたらここの時にシャフトを押し返すように肩甲骨を真ん中に全体的に使って寄せていきます。寄せた状態でこの時まだですねシャフトをずっと浮かないくらいにシャフトを押し返しています。はい、でちょうど顎と胸のあたりにシャフトが来たら肘がですねまっすぐ伸びるようにですねところでこの胸の顎の距離が離れないようにお尻をゆっくりとさっきのストレッチのイメージですね回し入れてあげます。でこの状態で足の位置を決めてから背中を乗っている感覚を確認してラップアウトをしてください。はい、ありがとうございます。はいはい、他には何か気になるポイントがありますか？以上です。はい、首の後ろ、首の付け根に、はい、首の付け根でベンチ台を押すと、あと肘を伸ばしたまま入っていく、はい、この2つで児玉さんの言われてたはい、上から肩甲骨が突き刺さるっていうイメージに近づくということで間違いないでしょうか？そうですね。はい、なってきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では本日のセミナー以上で30分となってしまいました。次回はいつ頃になるか分かりませんが、石橋コーチまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。